メリカでチャンピオンになりましたってなると世界チャンピオンっていう肩書きはでかい。だいたい1個 350g ぐらいです。なるべくお客さんからオーダー入ってからすぐ出せるように。時間かかっちゃうんで、うちのキューバサンドは全部挟んでから1回バターを塗ってプレスして冷蔵庫で寝かせて今出してる状態なんですよね。お客さんに出すまでの時間を短縮する。すごいいい匂いしますね。これは間違いない。もう香りが勝負。このね、このシートを挟むっていうのをやらないとこの鉄板がすぐ壊れちゃうんですよ。壊れちゃうっていうかダメになっちゃうから。例えばアメリカで向こうではなんかアルミホイル敷いてたんですよ。アルミホイルかぶせてやつだから、あ、これでやろうかなと思って。アルミだと日本のアルミちょっと弱いっぽくて強いのだと高いかな。クッキングシート代用できたんですか？あ、もう完璧です。これ常に綺麗な状態で、汚れたらこれ紙変えればいいだけなんで、コスト的にもこっちの方が断然いいですね。焼き上がりも綺麗だし、やっぱ鉄板だからなんかパンとかなんか蜂蜜とかついてるとたまにこびりついちゃうんですよね、くっついて。でそこが気づかずにそのまま使い続けると焦げて鉄板に張り付いて取れなくなっちゃうみたいなっていうのが起きるんですけど、これをやってからもう断然変わりましたね。でアメリカでこれデロンギなんですけど、クイジナートっていうメーカーのものを使ってて、借りてやってたんですけど、その時なんか420度とかってなってて、はってなるじゃないですか。で下がこれ上と下の温度なんですけど、はっと思ったのが摂氏と下肢の違いかってなって、やばくないですかこれ。わかんねえわと思って、こっちは200度ぐらいでやりたいのにでも向こうで日本人の友達が手伝いに来てくれてて、大会の日にアメリカに住んでて、で飛行機で大会の日に来てくれたんですよ。タンパまで大会手伝いに来てくれて、その子が通訳してくれたおかげでその摂氏と下肢の問題をスムーズに解決できたんですよ。アメリカだとなんか20分ぐらい待つの普通なんですよ。これそうなんですか？全然出てこないんですよ本当に。なんか17、8ドルとかして2000何ぼして、高いですよ逆に。いやいやまあその分もうちょっとボリュームあるんですけどね。でもやっぱりそれはなんていうかアメリカンサイズっていうか、こっちでは絶対にこう受け入れてもらえるスタイルじゃないなって思うから、これでもアメリカのキューバサンドよりは縮小して、価格もこっちに合わせたぐらいなんですけど、キューバンサンドイッチ Thank you. Just 3 minutes wait, okay? Three? 3 minutes. Three sandwiches. Yeah? あ、3? Yeah. 3, okay, okay. 1040 yen? Yeah. Where are you from? Germany. From Germany. Germany. Yeah. Good. Traveling to Japan for 3 weeks. 3 weeks. Yeah, 3 weeks to Japan. And today we're traveling to Hakone. Yeah. これ Yeah, Hakone, yeah. And then we head off to Kyoto and Osaka. And then we So come back far. to Tokyo. Yeah, but it's really nice so far. Yeah, we're really happy.
Thank you. Thank you. キューバンサンドイッチ。 Thank you very much. Have a good time. Bye bye. Bye bye. バイバイ。 Ciao ciao. 地域の人たちがたくさん来てくれる。今までは近所のね、この本当に近くに住んでる人たちだけだったんですけど、こうやってアメリカでチャンピオンになりましたってなると、やっぱ範囲が広がっていろんなところから来てくれるようになりましたね。本当にその世界チャンピオンっていう肩書きはでかいかなっていう、商売する上で。このアサイースムージー大人気なんで、スターバックスもこれ使ってるんですよ。この豆乳すごいんですよ。あ、そうですか。豆腐屋さん、うんうんそう、恵比寿屋豆腐店さんっていう豆腐屋さんなんですけど、もう夜中の11時から仕込み始めて、でうちはその豆乳を朝絞りたての出来たての豆乳にエスプレッソを入れた豆腐ラテっていうのをドリンクの名物でもあるんですよ。だからその毎朝絞りたての新鮮な豆乳、まあソイラテですよね。ソイラテにうちの引きたてのエスプレッソを入れて飲むエスプレッソ豆腐ラテっていうのがうちの、ドリンクの名物の一つでもあるんですよね。だから市販のその豆乳とか飲み慣れてる人だとちょっと全く違うものに想像とは違うものが出来上がってるんで、一回飲んでみてもらいたいですね。豆腐ラテすごい美味しい。クレジットで、はい、雨の中ありがとうございます。タッチ決済可能なものですか？はい、少々お待ちください。今でお待たせしました。3、4分で焼き上がるんで。あ、スムージー始めました。氷とかもちゃんと滑らかになるし。サバサンド。あ、バインミーは隔週でやってて、あ、そうなんですね。今週はサバサンドなんです。すいません。じゃあキューバサンドのポテトセットで。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ビニール必要ですか？入ります？すいません、お待たせしました。いつもありがとうございます。すいません、お待たせしました。キューバサンドポテトのセットです。はい、ありがとうございます。このままで大丈夫です。はい、大ビ丈夫。ニールも入れられますけど。大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。インスタグラムでバインミーやるとき発信してるんで、よかったら見てください。あとこれもらいました1枚。ぜひ。ありがとうございます。オッケー。2つありがとうございます。サバポテト。
パイシーサバサンドなんで、この七味を山津辻田っていう大阪にある七味屋さんの七味なんですけど、それをもうブワーッとかけて、サバサンドとポテトのセットが2つ。いつもあります。ありがとうございます。奥さんもやるんですよ。100円とレシートの少々お待ちください。キューバサンドとサバサンドと、ありがとうございます。雨の中どうも。あ、フィッシュ、フィッシュ、フィッシュ。Which fish? サバ、It's fine. Mackerel. Mackerel. マクレル、 Mackerel. マクレル、 Mackerel. マクレル Yes. Perfect. マクレル、 Mackerel. ほら。Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。蒲田のキューバサンド、ぜひ一度食べてみてください。他のキューバサンドと違うところは、うちのキューバサンドは仕上げた後に最後に蜂蜜を塗って再度プレスをして表面をカリッとさらに仕上げることによって食感も増すし甘みもプラスされて、通常のキューバサンドでは味わえない、ここでしか味わえない蒲田のキューバサンドに仕上がります。食べたことない人もキューバサンドを食べたことある人もぜひ1回でいいんで、ぜひうちのキューバサンド食べに来てください。お待ちしてます。パンです。